名前は本名ね、石井陽子。職業キャフェキツネで働いてます。年齢は2月5日で81歳になりました。まあお嬢様がジルダ、創業者とご結婚されて、はい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 。なので義理の息子さんそうそう、義理の息子なんだけどね。ことですよね。それじゃあご一緒になられてからキツネはブランド立ち上げられたんですか？そうです。もともとね、彼はね、ダフトパンクっていうアートディレクターみたいなしてたの。で、ダフトパンクはもう世界的に有名になっちゃって、もう働かなくてよくなって、何年か前に解散したのよね。そして、じゃあ、なんか始めようかって言って、そのもう一人黒木君っていうパートナーをうちの娘が紹介して、で、2人が話したら気があって、じゃあキツネ始めようかって立ち上げたのはキツネブランドなんです。じゃあもう立ち上げにロミさんも関わってたって感じですね。そうね、だからロミが紹介して、それは素晴らしい。なんかあの子ももともとスタイリストとかさ、フランスに住んでる時プレスの仕事してたから、結構そういう面ではね、いろんな詳しいんですよね。キツネでカフェで働くきっかけっていうのは？働くきっかけね。結局私家でじっとしてるのがダメなタイプなのね。やっぱりなんかこうじっとしてらんないからって言って、じゃあキツネでね始めたのがきっかけね。それが何年前？それがもうだから4年ぐらいになるわな。週に3、4回とかいう感じ、時間ももう午後から5時間でみんなより少なく。現役で。そうそう、だからみんながさ、年がさ、すごいから、なんで働くのなんて、うちの子なんかさ、ロミのお母さん、なんで働かせるのって言われるとかいう話もあるから、年齢的にびっくりするんだよね、みんながさ。なんか普通に全部、スタッフみんな20代でしょ？ 19 歳から20代。だからそこに私がいるから、すごい変な感じだと思うよ、見た人は。でもお仕事されてて楽しい？そうね、やっぱり私はそこを働いてよかったなと思うから、やっぱり年取ってさ、家にこもるより人といつも会うと、人に見られるっていうことは結構自分も気をつけなきゃいけないじゃない。そういう意味でやっぱりそういう人の接する仕事っていうのが自分にも良かったと思ってる。なんか本当にお話できるし、フランス人なんかも結構前から来てるお客さんもさ、元気なんてそういう会話がすごくいいと思うし、日本人のお客様も見えると、なんかたまたま私より年齢若い方だけど、マダムの日本の雑誌で見ましたよなんて言って、そんな方も見えたりね。だからなんかそういう普段の変化が、いいんじゃないかなと思ってる、その精神衛生上。ですよね。日本はね、私の時代60年代、その当時有名だったオートクチューブで水野正夫和子って夫婦がいて、その人たちが結構すごい売れてた時だよ。でその人のショーとかで、そこのなんていうのモデルサイズになってたから、ショーの時はいつも私が行って、私でこう陣雷じゃなくて私でお縫い子さんたちがこう時々針刺さるんだけどそんなんでその仕事を結構アトリエに行って陣雷側になって、でそれでもちろん賞も出たし、そういうそこの要するに専属ね、だから全部私のサイズだから洋服とか買いたがるわけ、自分の。だからいつもお給料がその洋服代でほとんどないぐらいだからそういう意味じゃいろんな洋服が着れてよかったなと思ってる。でその後じゃあパリに来る機会？そう、その後だからそれこそ、その人たちはパリにお家があって、ほいでその先生がナミパリにね旅行でねキャフェのサンジェルマンに座って1時間座っててごらんって、それだけでいいからって言って、なんでって言ったらね、スカーフの結び方一つも
違うからって、それがああなるほどなと思ったけど、それ言われて、でパリ69年か旅行できて、先生が言ったことこういうことなんだ、で男性にしても色の組み合わせとか、中年のおばさんのおしゃれの仕方とか、それはやっぱり自分が来て直に、本当にそうなんだって思った。でもその時にさ、やっぱり来たけど、住むのはやっぱり思ってなくって、ほいでなんかパリはお金持って買い物に来たいところだなって思ってた。それが今そうよ、住んで年でなんか50年だよ、私考えたら。そうだ、73年に住み始めたからね、50年10月で50年なんだと思った。そのきっかけは親が決めた人がいて、でその人と結婚するの決まってたのね。でもどうしても嫌なわけね。なんか絶対嫌だってなって、たまたまその時期に友達がパリで日本人向けのバーをやってたわけ。女でいないから来てって電話かかってきたわけ、日本に。そうだって、パリ行っちゃえばね、なんていうの、騒ぎから抜けられるって自分で思って、で親に言ったら当然ダメだって言うじゃない。でも私行くからねって言って、自分の乗ってる車を売ったわけで、片道切符で来ちゃったの私、パリにね。友達が親に手紙書いて、その当時携帯とかないから、ちゃんとしたアパートに行ってフランスも習わしてるし心配ないですよって、そういう手紙で知らして、それからがだからもう住んじゃった。だから自分がこんな長くいるとは思ってなかったの。どこに住まれたんですか？だからその時はね、マックマホンつって凱旋門のすぐそば、もうそれはもう立派なアパートなのよ。でそこに女の子3人かな。でいつもアリアンセ・フランセーズの先生が3時ぐらいから来てお勉強してとか、そういうのあるわけで、お仕事はもちろん夕方からじゃない、バーだから。でその時に私いつも思うんだけどさ、今でこそさ何してるか分かんない人いっぱいいるじゃない、パリ。その当時はそんないないから、本当に大使館で紅白歌合戦見せてくれたり、もうみんな結構ちゃんとした人。70年代はそうだったわね。いい時代。そう、ある意味いい時代、すごく。だって今だってスーパー行ってすぐ隣見ても後ろ見ても日本人いるじゃない。その時なんてね、日本人本当に少なかったしさ。だって日本は絶対遅刻とかないじゃない。こっちはありあり、もうみんなもそうだし。だから住んでみて、その違いは日本はきちっとしてるし安心だなって思うね。あと清潔。日本の生活とフランスの生活とってどっちが好きですか？どっちがそう言われるけど、私って結構大雑把だしだらしないから、こっちの方が向いてるような気がする。ただ自己主張していかないと。もちろんだからそこなのよね。そう、それはこっちにいて大切だと思う。マイペースね、要は。だから嫌なことはなるだけスルーしちゃうかもしれない。それはいいことですね。あとは苦労も慣れるとそんなに気にならなくなるとか、なんかいろいろありますよね。それ私のだから最高の欠点かもしれない。いて心地いい人と一緒にご飯食べたりお茶飲んだり、それなのよね。だから無理してどんな大切な人に合わせるわよっつっても、私もういいからって言って、なんか心地いい人といるのが一番いいかもしれない、私の場合。嫌いなものは無理して体にいいっつっても食べない。体に食って自分に好きなものは食べるようにしてる。例えば、その発酵食品がいいのよって言って、で納豆もいいから毎日食べなさいって、あんまり好きじゃないのね。そうするとじゃあそれに代わるもの、お味噌汁ってお味噌汁好きだからよく作ったり、全部が全部受け入れないけど、体にいいものの中で自分が好きなものはなるだけ食べるようにしてる。朝はね、お湯に、蜂蜜と、前はレモンだったけど最近はねキャネルっつって日記がいいって言うから日記の粉入れて、それを朝起きた時飲んでるのね、必ず。それでコーヒーとパンとそのチーズとって、で変な好き嫌いはあるのよ私って。だけど、食べ物の 80% 人間の体で、あとは 20% 睡眠よとか言うから、睡眠はもう年取ってるわにはバッチリ寝られるから、絶対8時間は寝る。
爆睡なのそれも。本日のファッションについてお願いします。はいはい。何でしょうか、お召し物は。今日はこれは狐のセーターで、これは3年ぐらい前かもしれない。狐のセーターですよ。これももう本当にヴィンテージのね、なんかセリーヌのなんていうの、カシミヤですごく履きいいから、もうこれもすごい重宝してるのよ。すごい古いけど。靴はちょっと合わないけど、なんかたまたま履いてたんだけど、これはイタリア系、なんか私の靴みんなペタの靴なんだけど、これもよくがれんだけどさ、もうみんなどこの何じゃないのよ。もうそれこそもううちの子の部屋にあったやつとか、なんかもう古いやつを引っ張り出して、どこの何って有名なのなんてないの、私って全部。でもこの先ほどの手作り、これね、これはそう、これはね、みんなにシャネルって言われるんだけど、それこそブロカントで、5ユーロで買って、で、これは友達が、ミラノのアクセサリー作家が作ってくれたやつがあったから、それに私もくっつけました。時計だってもう本当に40年前の、40年以上前の、たまたまこれはオブレイなんだけど、これはそれこそ近所の何屋、時計屋みたいなところで買ったの。だからブランドでも何でもない、その時計屋にあったやつ。指輪もなんか全然よ、もう本当になんか名もないところで買ってたまたま合わせただけ。これはカルチェだけど、これも東京の時からしてたやつで、これは結婚指輪がもうきついからって小指にしてるって感じ。ピアスもこれもね、なんか女友達からもらってアンティークっていうか違うのよ。10年は経つ。すごい素敵ですね。なんかこれ可愛いから。すごい可愛らしい要素もそのご一緒になってる。そう。なんか全然もう何にも意識せずにおしゃれに対するこだわりが。私結構シンプルが好きだから、洋服も例えば3色使いは以上しないとかさ。なんかシンプルかもしれない。こだわりっつったらシンプルだから。今でこそさ、もう太っちゃったからミニスカートを履かなかったけど、70代の時もミニスカートを履いちゃったりするけども、ミニスカート履いてもやっぱワンパターンなのよね。色のトーンとか着るもののあれがシンプルだから、なんか、変化ってないと思う。たまたまだからいいもの見つけて、その時にブランドだったわっていうのはあるな。あとなんかこの前拝見した、エルメスのバッグ持ってらっしゃって、ものすごい年季が入っていて、崩れ方もいい感じで、さらに取っ手がリボンでね、リボンでこう綺麗に、ちょっと傷が入ってるようなところをっていう使い方も素晴らしいアイデア。そうなんかあれもそう、あんまり長く持ってっから手のところ皮がちょっと抜けちゃったから、そうだっつってエルメスのリボンがいっぱいあるから、それで巻いて作ったって、そういう感じね。何十年も持つってすごいよ。私あれ何十年も40年は持ってるな。もうだからもう自分になじもう擦り切れてんだもう。だからもう中なんてシミだらけ。もうそれこそ大根とかいろんなもの入れてるからさ。ここでもカバンありますよね。そんなことないよ私。ブランドスターバーキンとシャネルでしょ。日本はさ、結局もう常にもう物にあふれてて、新しいもの次から次へとあるじゃない。フランスはさ、やっぱり見てると結構地味なのね。とにかく日本人の子はともかく綺麗よ、みんなね。髪の毛もすごい綺麗だし、こっちはなんかほんと何気なく髪の毛もちゃちゃってやってんだけど、なんかそれがおしゃれだから、反対にさ、作りすぎない方が綺麗。私は好きな方ね。だからこっちの若い子を見てると、可愛いなっていう子。特におばさんの私の年代になるとさ、なんかもう綺麗にしすぎるよりも本当に、そのまんまの方が入っていいのかなって自分の中で思ってる。色に関してこだわり。なんか私の知ってる男のヘアメイクの子が、もちろん構えが構ったほど肌がそんだけあれだから、反対にもうその構わない方が変化がないよっていうのを信じてだから髪の毛も洗いすぎる人いけないとか言った。湯洗いだけで済ましたり、シャンプーは1週間に一遍にしたり、そういうあれは言われた通り
結構。でも髪の毛のこのなんかグラデーションもすごい綺麗なんですグラデーションだからナチュラルですか？何にもしない。ナチュラル。何にも。いや、いいですね。ナチュラルでこんな綺麗だと。お金かかんない。本当にもう理想的な。いや。私取り方。そうかな。成功でもないけども、たまたま私にできることは何かしらと思った時に、まあ料理が好きだし、あと人と接することが私のなんか日本で手相を見てもらうと3人ぐらいに全然違う人に「もうあなたの手相はもう水商売のために生まれてきたようなもんですよ」って3人違う人に言われたわけ。ああやっぱり私にできることはそれしかないからって思ったのがあって、自分のバーをやった。結構レストラン関係の人が終わるとなんか食べたいからなんか作っといてって言っても、それこそあるもんで作ったり。私結局ね、人が「わあ美味しいな」ってそれが好きなのね。美味しかったとかそういうんで料理をしてお酒を出すって言われて21年続けたんだけど、私の自慢はお客様かもっていうぐらいなんかみんなすごいちゃんとした人だし、別に色恋で来てるわけないから、そういうので心地がいい21年続けて、一番あの時が一番働いたかもしれない。そうね。やっぱりちょっと日本スタイルのバーだからこう会話はほら、私スタイルあれじゃなくて女の子もいるし、女の子も別に普通の子だし、なんか例えばピアノ勉強してる子がアルバイトでってそういう子が多いから、ものすごい綺麗。そうものすごい美人さんで、いやしかもオープンカーかなんか乗ってらっしゃる。そうあの頃はね、なぜかオープンカーだったのよね。かっこいいじゃないですかそれって。いやそうあの時はねずっと見てた。でその時髪の毛も濃厚に染めてたのよ。そう考え方ってそうですね。ナチュラルであること。もう全くそのまんまよ。だから要は自然体よね。だからお客商売も自然体だし、なんかこう考えない、自然体。考え方じゃなくて考えないこと。考えないね私って。いや本当に、チャレンジじゃないけども、私やっぱ動物が好きだから、なんかシマウマとかああいうアフリカ。ああいうところにこの間ビデオ見てて行ってみたいなと思ったの。ライオンとかそばで見れるところ、それとか私の前の夢はやっぱりゴルフしてた時にゴルフ場のそばに大きい家を買って、でそこでパリにいる人たちの犬猫を預かる仕事したいと思ったことあるの。そういう仕事がずっとしたかったの私。だけどとうとうしなくて終わっちゃったけどね、それが夢だったことはあった。そういう動物に関するあれは、常に思ってる。まあ自然体がいいですよ。病気の根源はほとんどストレスだから、もうストレスをためずに楽しく、生きていくっていうのが、私のモットーだし、健康で皆さんに、健康が一番だからねっていうふうに言ってるから、それかな、メッセージは。では今日は本当にありがとうございました。いやこちらこそ。